ちょっと興奮してきたな。ではアブダビのバスターミナルからアルワイン行きのバスに乗っていきます。一番後ろの席に陣取りました。アルワイン行きのバスの車内こんな感じなんですけど、思ったより混んでた。めちゃめちゃ暑い国だからしょうがないんですけど、窓がこんな感じになってて、ちょっと眺望は拝めそうもないですね。12時51分にバス出発しました。てかもう完全に満席になりましたね。狭い。3時1分にアルワインのバスターミナル着きました。出発したのが12時51分だから2時間10分ですね。2時間10分でアブダビのバスターミナルからアルワインのバスターミナルに着きました。ということでアルワイン着いたんですけど、さっきバスターミナルの中で撮影してたらなかなかな剣幕で撮影禁止だって言われて、で消せって言われて消しましたね。厳しいですね。で今日から泊まる宿に向かうんですけど、今回ですね初めて B&B を利用しました。民泊ですね、いわゆるホテルが結構高いとこしかなかったりとか、あとちょっと場所が結構中心地から離れてたりしたので Airbnb を利用しています。で歩いてここから15分ぐらいなんですけど、最初歩こうと思ったんですけどちょっと暑すぎるね、やっぱちょっとだけバス利用できるのでバス使えます。昨日ぐらいに気づいたんですけど、アブダビで買ったハフィラトカード、あれがアルワインでも使えるみたいなんですよね。よく考えてみれば同じアブダビ首長国ということで使えるみたいです。1週間パス買っといて正解だったかも。ということでバスターミナルの目の前にあったバス停から一駅だけっぽいんですけどバス乗ります。アルワインって勝手に砂漠の街っていうイメージがあったけど、中心地は全然普通に街だね。一駅で降りますがバス乗り込みました。904番のバス、バス降りました。ここから宿まで徒歩8分ぐらい、暑いけど歩いていきます。あと数分で宿っていうところに来てるんですけど、綺麗な街ですね。ただやっぱり砂っぽい感じにはなってきたかな。今宿の人なのかなんか中国人か中国系の方にお前うち来るやつだろうって言われて、あそこだぜって言われて、ありがとうございますっていうことで宿の人に会えたと思ったらあっち行っちゃったなんだろう、オーナーの方の親族か何かだったのかななんかあそこだよお前って言ってどっか行っちゃったからよくわかんないけど、まあいいや。とりあえず着きましたかね。これっぽいんだよな。宿の住所が67だからこれだと思うんですけど、ちょっと入ってみようか。なんか思いっきり洗濯物があるけど、まあいいや、入ってみます。合ってました。ここでした。 Airbnb で入った部屋がこんな感じですね。ベッドがあって机椅子、エアコンはもちろんちゃんとあって今ガンガンにつけました。で、他はなんか共用っぽくて、共用なのかな、共用じゃないのかな、もしかしたら専用かもしれないですけど、こちらが洗面所でトイレ、シャワールームですね。で一応この辺多分使っていいので、シャワージェルとかシャンプーはないけど多分聞けばあるんじゃないかな。あとこの洗濯機使っていいそうです。Wi-Fi 爆速ですね。素晴らしい。Airbnb で予約した民泊なんですけども、こちらに2泊します。料金が2泊で 15,427 円でした。正直もうちょっと安かったらいいなとは思うんですけど、ただ私がこのアルワインで宿、ホテルも Airbnb も両方含めていろいろ探したらやっぱどこも結構高くて、なのでちょっとでも安い方がいいなと思って Airbnb のこちらにしました。ちょっと他のホテル泊まったことないんで比較は難しいんですけど、正直な話期待とは違うというかここ出ないとシャワーとかトイレ行けないし、今のところは下回ってますね。夕方4時53分になりました。今外出したんですけど、今スマートフォンいじっててですね、衝撃的な事実を知ってしまいました。 Google の天気情報を見たら、ここアルワインの今の気温まさかの37度。いや4月1日だよ今日。真夏になったらどうなっちゃうのこれ。今からショッピングモール行こうと思います。ここからというか宿から歩いて10分ぐらいのところにあるのでショッピングモール行きます。ちなみにここアルワインってアブダビ首長国の一番本当東端にあるんですよね。すぐそこにオマーンとの国境があるんですよ。こっちの方にちょっと進めば多分国境があるんですよね。アルワインはそういった立地になっております。アルワインって UAE の第3の都市に多分当たるんですけど、そんなに人もゴミゴミしてないし結構いい感じですよ。住んだりとか沈没するのに良さそう。あまりにも暑いんで私はその気にはなりませんが、はい、宿から歩いてほんと数分でした。モールオブアルワインですね。こちらのショッピングモール入ってみようと思います。こちらにはでっかいカルフールもありますね。入ってすぐのところにコスタコーヒーがあった。でこんな感じか。普通に綺麗ですね。で腹減ったんでフードコートを探したいと思います。
3階に上がってきたらフードコート見つけました。あっちにマクドナルドがあって、でなんとアルバイクがありますね。サウジアラビアジェッタ発祥のアルバイクで、他にもバーガーキングとか KFC とかなんかいろいろあるんで、どっかで食べます。ちょっと待って、めちゃくちゃびっくりしたんだけど、ジョリビーがあるよ。ジョリビー、フィリピンの国民食とも言われてるジョリビー。フィリピンのチェーン店がまさかアルワインまで進出してます。迷った挙句、ここのアルシェフアルシャミっていうのかな、まだ現地っぽい店だったんでここにしました。でここでミックスグリルとペプシコーラ、税金合わせて 52.01 ディルハムでした。でミックスグリル来ました。想像と全然違う。ピザじゃん。でフムスもついてたね。これなんかピタパンみたいな感じかな。でこれはわかんないけど多分ヨーグルト系だから、ミックスグリルが想像と違いすぎて面白いわ。いただきます。気になるもの多すぎるんだけど、これ何これ、中になんか入ってた。これ食ってみるわ。食べてみます。肉が入ってる。これ肉が入ってるけど、とりあえずうまいわ。コンビーフ的な肉。うまいうまい。でこの辺のパンとかピザとかポテトを跳ねのけてやっと肉が出てきたけど、こんだけあるよ。もう何の肉かはよくわかんないけど、とりあえずうまそう。炭火焼き系のビーフだね、これは。うまいうまい。次この肉。このチキン。長い棒状だったもの、これはよくわからん。ちょっと臭みがあるからラムかも。多分ラム。大体こんな感じですね。でもどれもうまいっす。ごちそうさまでした。パン以外はなんとか食い切りました。はい、ではモールオブアルワインですね、後にしようと思います。で今時間がまだ夕方6時6分になります。モールに来る前から、考えていたんですけど、明日めちゃくちゃ朝早くから観光に出かけようと思うんですね。明日38度らしいんですよ。めちゃくちゃ暑いので、もう観光するならもう朝早くからしようと思って、でなのでそこから逆算して今日はもう早めに寝ようと思うんですよ。モールに来て飯食っただけっちゃだけなんですけど、今日は宿に戻ろうと思います。今宿への帰り道の道中でコンビニみたいなとこあったら入ろうとしたら、また猫がおりましたね。アルアインの猫です。アルアインの猫、やっぱ近づいてくる。人懐っこい猫多いですね。今の個人商店にワンチャンビールないかなと思ったけどなかったんで諦めます、お酒は。しかしなんかアルアインの雰囲気いいな。いやほんとなんかアルアインの街並み好きだな。なんか良くないですか、こういうところで。ちなみにアブダビもそうだけど、アルアインも治安はだいぶ良さそうですね。全く危険な空気は感じません。こういうアルアインの街の雰囲気は好きです。でただ何かがあるわけじゃないから街歩きしても取れ高はない。はい、ということで宿に戻ってきました。洗濯したり動画編集作業したりして今日は早めに寝ます。おはようございます。4月2日水曜日朝7時4分ですね。観光に出かけます。で朝涼しいな日向だと暑いかもしれないけど、日陰だと普通に涼しくてめちゃくちゃ気持ちいいです。今からですね、まず最初に一番行きたいジェベルハフィートっていうところに行きたいと思います。ただですね、そこが公共交通機関が全く走ってないとこなんですよね。結構山の上みたいで。で、なのでタクシーかウーバーなんですけど、ウーバー昨日見たらほぼ走ってなくて、タクシーでいいかなって感じなんですけど、タクシーで行っても帰りがタクシー多分だけどいないと思うんですよね。だからちょっとタクシーと交渉して往復で行ってくれないかっていう交渉を今からしようと思います。ちょっといくらかかるかわかんないですけど。ということで、この辺ちょっとタクシー見当たらないからバスターミナルあたりにまず歩いていこうと思います。バスターミナルはもっとこの道の向こうなんですけど、そこにタクシーがいるんで聞いてみようと思います。今のタクシーに乗り込みました。話したらジェベルハフィートっていうところの往復とジェベルハフィートで30分くらい待ってくれるっていうので、いくらですかって聞いたら、メーターでやるから私には分かんないなみたいな感じで、それはそれでちょっといくらになるのか分からないっていう部分はあるっちゃあるんですけど、交渉性よりもある意味ちゃんとしてるし、このドライバーのおっちゃんもちゃんとしてそんな感じだったんで、行ってもらうことにしました。タクシーから見るアルアインの街並みなんですけど、住宅街が多いかな、この辺は。私が泊まってる宿とかバスターミナルはこの辺になるんですけど、ジェベルハフィートはここなんですよね。ここ本当オマーンとの国境沿いって感じです。岩山みたいなものがありますね。これがなんか特別何かってわけではなさそうだけど、雰囲気ありますね。ジェベルハフィートナショナル公園に入ったのかな。もうすごい岩山、今山を登ってるとこです。ドライバーさんがトイレ行きたいから待ってくれって言われてこう見晴らしがいいんでちょうどよかったかもしんない。いやーすげえ、何これ。いやなんかなかなか見ない景色じゃないですかこれ。もう岩山ですか。
で、こっちなんだ。あ、でもあっちもしかして、ちょっと待って。あっちオマーンかと思ったらオマーンじゃなかった。アルアインの街並みはあっちですね。あっちにいっぱい建物がありますね。あっちが中心地になるかな。いやー、いい景色。はい、再び山頂に向けて出発です。山頂に着きましたが、思ったより人がいないというか、俺しかいない。今いるのがここですね。本当オマーンとの国境沿いって感じです。とりあえず、下界を見下ろしますか。おー、なんだこれ。なんもないぞ。すげえすげえ。もう本当向こうはオマーンですね。で、あっちの建物が見える方は一応アルアイン側か。で、向こうの方はオマーンですね。そういえば言うの忘れてましたけど、タクシーでここまで40分ぐらいかかりましたね。いやー、しかしこんなに観光客いないとは思わなかった。もう本当に私とドライバーさんしかいないです。いや、これは予想外だな。こっから先は工事してますね。工事がなかったらもうちょい上行けるんですかね。なんか行けそうだな。なんか建物もあるね。まあ今日行けないのはちょっと残念。で、さっきあっちにいたんですけど、こっちの方も景色良さそうなんで行ってみます。さっきとは反対側に来たんですけど、なんかちょっとした公園みたいな子供が遊べるような場所はありますね。まあ誰一人いないんですけど。はい、それで反対側に来てみました。遠く向こうに街並みがあるね。でもどうなんだろう、ギリアルアインかな。オマーンまでは行かないような気がする。サウジアラビアで行ったエッジオブザワールドを思い出すような、そんな風景です。タクシーチャーターしてよかった。間違ってウーバーとかで片道とかで来ちゃったら積んでたね。タクシーも何もないよ、ここ。ここ多分あれですね、朝日とか夕日の時間帯が良さそうですね。朝日とかもほんとなんもないところ方角からだから、結構すごい朝日を見れたかもしれない。で、夕日も多分向こうか。多分夕日もすごいと思う。またミスった。いや、失敗したな。ちょっとミスりましたね、これ。簡単にタクシーチャーターできたから、ちょっとミスりました。もしアルアインのこのジェベルハフィート、行こうかなって思う方は、まあ朝日か夕日の時間帯を強くお勧めしますね。タクシーチャーターで簡単に来れます。8時15分に山頂からタクシーに乗って、今下っているところです。今急遽ですね、ジェベルファヒート自体の写真を麓から撮りたいなと思ったので、近くの公園にちょっとだけ寄ってもらうことにしました。ということでですね、グリーンムバザラパブリック公園かな、そこで降ろしてもらいました。またゴリッゴリに逆光で申し訳ないんですけど、ジェベルハフィートこんな感じでした。はい、ということで、タクシーに戻ります。まあ、ここのめちゃくちゃ大きい、公園もちょっと行ってみてもいいんですけど、さすがにね、おっさん一人でピクニックしてもしょうがないので、おそらく素晴らしい素敵な公園だとは思うんですけど、私は退散しようと思います。はい、タクシーに乗り込みまして、バスターミナルに行ってもらって、チャーター終了ということになります。いくらかかるかな。バスターミナルで降ろしてもらいました。で、料金、最終的にですね、135.25 ディルハムでした。なので、5000数百円ですかね。まあ、チャーターして乗ってから今降りるまでちょうど2時間ぐらい。なので、まあ、5000円ちょいで済むならいいでしょう。ではですね、バスターミナルで降ろしてもらったので、この辺でなんか飯食います、レストラン入って。今日まだ何も食べてないんで、さすがに腹減りましたね。急遽探したレストランに向かってます。歩いて8分ぐらいかな。バスターミナルからちょっと歩いてきたんですけど、この辺はもう普通に街ですね。普通に街。お目当ての店、オープンハウスレストラン&カフェ入ってみようと思います。メニューがいろいろあるみたいですけど、このブレックファーストメニューから何か選びます。で、頼んだのがこのチキンパラータってやつとチャイを頼みました。さっき頼んだパラータっていうのはチャパティの生地を伸ばし、ギーを塗り折りたたむことを繰り返してギーを層状に練り込み薄く伸ばして焼いたものだそうです。インド発祥の料理みたいです。全く想像と違うものが来ました開けてみたらこんな感じ。まあうまそうっちゃうまそうだね。いただきます。あとチャイが来ました。チャイはトルコよりもインド式なのかな。中におそらくチキンやら何やらが入ってると思います。いただきます。思ったより生地が厚いですね。生地が厚い。でこんな感じでチキンは結構たっぷり入ってて、でケチャップとマヨネーズっぽいものが入ってますね。なんかそんな感じの味です。まあまずくはない。でチャイは普通のミルクティーですね。インドみたいにジンジャーは入れてないと思う。日本で飲むミルクティーと一緒だと思う。まあ普通ですね。
ごちそうさまです。お会計8ディルハムでした。安いなで、それではですね、ちょっと一旦宿に変えようと思います。なんでかっていうと、うんこしたい。中東に来たことある方わかると思うんですけど、サウジアラビアもそうだったんですけど、公共トイレ汚いんですよ。掃除する人が常駐してたりするんですけど、それでも汚い。なんかね、便座の上まで水でびちょびちょなんですよねなんでなんだろう、よくわかんないな。なんかウォシュレット代わりにするシャワーがついてるから、それを使ってなんかしてるんでしょうけど、とりあえずびちゃびちゃなんですよ。で、それがちょっと私無理なんで、ホテル帰ってトイレ行きます。レストランの目の前にあったこちらのバス停で、2駅だけだけど宿近くのバス停まで行こうと思います。919番のバスに乗ってきます。ちなみにバスはアブダビと同じです、乗り方は。今バス降りて宿に帰ってるとこなんですけど、 Google の天気情報によると今32度なんですけど、今日の最高気温39度だってやばいなマジで。まだ4月2日っすよ。昨日も全く同じようなこと言った気がするけど、やばいねRI。ということで宿に戻ってきたんでトイレ行きます。10時45分観光再開します。今までとは違う別のバス停からバスに乗ります。歩いて6分ぐらいかな。こちらのバス停から今回はバスに乗ります。まず900番のバスに乗って途中で乗り換えになりますね。900番のバスが来たんでこれに乗ります。2駅だけだけどね。2駅でバス降りました。で、これあれだ、さっき朝飯食ったレストランの目の前だ偶然なんだけどね。朝飯食べたレストランの前のバス停で903番のバスに乗り換えます。903番のバスが意外にもすぐ来たんで乗ります。こんなところにシーインがある。すげえ進出してんな。今バス降りました。てかあれですね、アブダビでハフィーラトカードを買った時1週間パスを買って、うわやっちまったって言ってたけど、むしろ買っておいてよかったですねまさかアルアインでも使えると思わなかったから、買っといてよかった。で、今向かってるところがアルジャヒリフォート、アルジャヒリ城塞というところです。クソ暑いけど、歩いて8分ぐらい。今までも何度も行ったと思うんですけど、日陰が少ないのよね。日陰が高い建物が少ないから日陰がないのよ。アルジャヒリフォートということで着きましたね。アルジャヒリフォート、自分の想像以上にいいかも、好きかも。中入っていきましょう。ちなみに入場料はかからなかったと思います。アルジャヒリフォートの前景はこんな感じ。多分今いるのがこの一番メインゲートだと思う。これが多分メインのやつだね。ラウンドタワーって書いてある。モスクがあるんだ。5番がモスク。これか。これモスクだって。ビジターセンターあるんだ。ちょっとビジターセンター行ってみようか。中に入ってきました。今入り口にいたセキュリティの人がビジターセンターこっちだから初めてなら行っといでって言ってくれました。優しいっすね。こちらがビジターセンターのようなんですけど、どうやって入るの？これどうか。びっくりした。いやー、誰もいないビジターセンターの中に入ったらちょっとした博物館にもなってんのかな。いろいろと説明がありますね。アルジャヒリフォートの前景の模型がありましたね。多分このラウンドタワーっていうのが一番有名な場所。これがさっきラウンドタワーっていう風になってたとこですね。てかこんな近くから見れるんだ。というかなんか中入りそうだけど、そうなんだ。このように城壁に囲まれているので、城塞ということですよね。で、このアルジャヒリ城塞は1891年にザイード1世の命で作り始めて、1898年に完成した城塞だそうです。それで今となっては需要がなくなってしまったんですけども、2回ほど修復を行った後、一般公開をするようになった城塞だそうです。登って良さそうだから登っちゃおうか。怒らないでね。後でダメって言って。今一段上に上がったんですけど、もしかして上まで行ける？ちょっと興奮してきたな。もしかして頂上まで行ける？残念ながら2段って言えばいい、3階って言えばいい。そこまでしか上がることできなさそうでしたね。時折扉があって、中に入ったらもしかしたらいけるのかもしれないけど、鍵がありました、どこも。しょうがないですね。で、こっち城壁の外側ってことになるんだけど、あれがモスクですね、おそらく。こじんまりとしてますが、あそこがモスクだと思います。今2階部分って言えばいいかな、にいるんですけど、近くで見るとちょっとかっこいいですね。いやーでも頂上、一番上まで行けたらな、よかったな。ちょっと離れたらこんな感じですね。なかなか好きですよ、私は。で、そこのラウンドタワーのちょうど向かいぐらいになんかあるんだけど、これなんだろう、博物館みたいになってるかな。ちょっと行ってみましょう。なんかアートって書いてあるから、多分美術館、博物館的なやつですかね。ちょっと入ってみましょうか。中あるんだ。一応中は広場みたいな感じになってるけど、この中が博物館になってるみたいですね。絵がある。急にこんなカラフルな空間もありましたね。
この真っ暗な穴の中何って思ったんだけど、スマホでライト照らしたら何にもなかった。博物館、美術館はまあこんな感じでした。もう一個なんかあって、ムバラクビンロンドンエキシビジョンって書いてありますね。人の名前かな？ちょっと入ってみましょう。ムバラクビンロンドン。で、ここが一番なんか博物館っぽいですね。服とかが飾られてます。ムバラクビンロンドン。この人がムバラクビンロンドンさんかな？この謎のアート作品を堪能したらアルジャヒリ城塞を後にしようと思います。では次の目的地に向かいます。次はですね、歩いても行けるっぽいんですけど、暑い。Google によると今37度。バス停まで歩いて一息だけですけど、バスに乗っていこうと思います。バス停着きました。暑い。UAE のバス停ってこの室内があって、この中冷房ガンガンにしてくれてんだよね。それが助かる。入ります。涼しい。来たかな？多分これだ。912番。これで大丈夫です。1駅じゃなくて2駅だったけど、2駅バスに乗ってきます。バス2駅で降りました。今向かっているところがアルアインオアシスというところに向かっております。ここから歩いて8分ぐらい。はい、目的地に着きました。アルアインオアシスです。もうオアシスなんだから、もう涼めたりするっていうことで期待しちゃってよろしいですか？暑いです。これがアルアインオアシスの前景図になるのかな？でも今私がどこにいるのかがさっぱりわかりません。どこ？わからん。私が何か勘違いをしていなければ、アルアインオアシスの中にいるはずなんですけど、クソ暑い。日陰なんてほぼね。今、ちょっと進んだところで、こんな標識を見つけたんですけど、右にはパームグローブとかがある。レストエリアってなんだ？でもなんか、コーヒーのマークあるね。左にオアシスガーデンとかあるけど、左って私がさっき来たとこなんだけど、オアシスガーデンなんてあったっけ？まあいいや、少なくともオアシスではないな。暑い。自然が大好きっていう人は、いやー気持ちいいってなるんですかね。ちょっと私はごめんなさい、無理だ。そんなロハスすぎる考え方、私にはできないです。暑い。コーラ飲みたい、ビール飲みたい。おそらくこのモニュメントは、アルアインオアシスでも有名な方だと思います。知らんけど。おそらくこれもアルアインオアシスの中で有名な何かです。よく言えばジブリ風、悪く言えば子供が作ったようなやつですね。今のモニュメントあったここがどうやらアルアインオアシスの完全な中心地ですね。完全など真ん中にいます。が、何もない。すいません、今思わず暴言を吐いてしまったんですけど、すぐ近く、ちょっと南行ったところにコーヒーショップがあるみたいで、そこ行きます。とりあえず、喉乾いた。カフェに入りましたが、ほとんどの席が日向です。一応今私がいるところはギリ日陰。この QR コードをスキャンしてメニュー見る感じなんですけど、とりあえず冷たいものってことで、ブルーベリーレモネード頼みました。28ディルハムだって、もうなんでそんな高いんだろう。来ました、ブルーベリーレモネードですね。思ったよりちっちゃいです。1000円超え。いただきます。ほぼレモネード。こんなちょっとブルーベリーの味がする。まあレモネードなんで、うまいはうまいんですけど、これ1000円ですって言われたら頭おかしくなりそうですね。お会計28ディルハムでした。さっき話したように、アルアインオアシスの真ん中、ちょうど真ん中まで来て、この先行こうとも思ったんですけど、特に何もなさそうです。なので、来た道を戻るんですけど、宿に戻ります。Google の天気情報を見たら38度。で、ちなみに今午後1時なんですけど、この1時ぐらいから4時5時ぐらいまでが一番気温高いみたいなんですよね。なのでちょっと宿帰ります。これ以上無理だ。で、あと、暑いのもあるんですけど、アルアインには結構有名な博物館があって、アルアイン国立博物館とシェイクザイードパレス博物館っていうのがあるんですけど、2個とも両方今臨時休業中ってなってるんですよね。Google マップで見ると。有名で人気観光地2つも今休業中みたいなんですよ。なので、焦ってここは絶対行かなきゃみたいな場所は今少ないので、この激アツの時間帯はホテル戻って休憩しようと思います。入ってきた入り口に戻ってきたんですけど、さっきのオアシスのど真ん中にあったカフェから歩いて6分ぐらいですね。アルアインオアシスでかそうに見えてそんな大きくもないです。じゃあ、降りた時と同じバス停に向かいます。はい、バス停着きました。ここから904番か914番のバスで宿に帰ります。904番のバスが来ました。乗ります。4駅分バス乗って今歩いて宿に向かってます。てかね、多分暑すぎるからだと思うんだけど、このカメラもスマホもバッテリーの消費が早い。もうそんぐらい暑い。宿に帰る途中のこちらのスーパーマーケットで冷たい炭酸飲料を買いたいと思います。今入ったスーパー思ってた以上に品揃えいいわ。いやもうドリンクだけでこんなあるわ。向こうもあんじゃん。広いな。
俺が泊まってる宿、キッチンも多分使っていいから自炊しようと思えば自炊できちゃうな、こんだけあれば。いいね。今スーパー出ました。買ったものは宿で、ご紹介するとして、3本買って7ディルハム、安いですね。さっきのレモネード何だったんだよ。はい、で宿に着きましてですね、買ったのが、普通のオレンジジュースと、あと普通のファンタオレンジ、あともう1個コーヒー買おうかなと思ったんですけど、これデイトって多分デーツのことですよね。デーツミルクなんかちょっと気になったんで、中東っぽいんで買ってみました。ではデーツミルク飲んでみます。なんとも言えないです。まずくないんですよ。美味しいは美味しいんですけど、デーツサウジアラビアで、何回か食べましたけど、夏目足ですね。あんまりその味しない気がする。ほとんどミルク。そんな感じ。あんまデーツの味はしないけど、でも美味しい。朝にいいかもね。ということで、涼しくなる時間帯まで宿で休憩兼動画編集作業しようと思います。ではまた後で。6時34分になりました。いやー、やっぱかなり涼しくなりましたね。ということで、夜飯食いに行こうと思うんですけども、いろいろ探してたら、昨日行ったアルアインモール、そこでちょっと気になる店を見つけたので、またアルアインモールの方に行こうと思います。はい、ということで、アルアインモールに入ったんですけども、お目当てのレストランが、モール内のどこにあるかはちょっとさっぱりわかんないんで、探してみます。お目当ての店ありました。昨日行ったフードコートのすぐ近くでしたね。マンフィリップレストランってとこです。入ってみます。メニューをもらいました。なんかいろいろあるっぽいっすよ。めちゃくちゃいろいろあるね。ブレックファーストもあるんだ。めちゃくちゃたくさんある。ちょっとこの中からなんか適当に選びます。注文しました。結構日本料理もあって、で、日本料理というか、アペタイザーとして豆腐っていうメニューだったんで、豆腐っていうのは頼んでみました。あとシーフードミックス頼みました。シーフードミックスが来ました。こんなに食べづらいものが来ると思わなかった。その分豪華なんだけど、ライスもついてたようです。豆腐はまだ来ませんが、いいや、腹減ったんでいただいちゃいます。じゃあまずイカからいただきます。うまい。メニュー見たらケイジャンで味付けしてるみたいな。ソースがうまい。野菜もちょっとある。後から今豆腐が来ましたね。で、あと飲み物を頼むの忘れたんで水も頼みました。ちょっと順番がめちゃくちゃになっちゃいましたけど、豆腐いただきます。なんか揚げ出し豆腐みたいな感じになってる。で、備え付けのこれはちゃんとした醤油でした。だからね、結構美味しい。普通に醤油だからうまい。続いてヌードナイみたいなやつ。シーフードの塩気の味とケイジャンの味が合わさって普通にうまいっすよ。エビ。今更思ったんだけど、全部ケイジャンの味だから、これ以上食レポのしようがない気がしてきた。ごちそうさまです。食べきりました。お会計53ディルハムでした。ちなみにシーフードミックスが35、豆腐が15、水が3って感じです。今夜の8時なんですけど、ほんとだいぶ涼しくなりました。と言っても今32度です。はい、それではですね、今日も洗濯をしてから休もうと思います。明日なんですけども、ついに今回の旅の最終目的である競馬の祭典ドバイワールドカップが行われるドバイに向かいます。もともとそのドバイワールドカップで日本の馬、日本のジョッキーを応援しに行くっていうのが目的だったんですけども、ここまで結構長く感じますね。で、それで明日アルラインからドバイまでまた公共バスで行こうと思いますので、バスターミナルまで行ってそこからバスでドバイ行こうと思います。それでは今日はおやすみなさい。おはようございます。4月3日木曜日かな。朝7時22分になります。アルアイン最後の朝なんですけども、まず朝食食べに行きます。ここから歩いて8分ぐらい。しかしアルアインの朝はね、涼しいというかもうちょうどいい気候で気持ちいいです。街並みもアルアイン結構好きなんだけどな。いかんせん昼間が暑すぎる。ボンベイダーバーレストラン、ちょっと読み方わかんないけど入ってみます。メニューはこんな感じですね。インド料理屋っぽいな。いいか。できるだけ朝食っぽいものということでサンドイッチにしました。ベジタブルサンドイッチ、あとオムレツ、あとコーヒー頼みました。店内はこんな感じです。結構すぐに来ましたコーヒー、オムレツ、あとこれ私ベジタブルサンドイッチを頼んだはずなんですけど合ってますか？開けてみたら一応そうかも。ベジタブルサンドイッチかも。いただきます。ではまずベジタブルサンドイッチからいただきます。なんか昨日食べた動作と一緒っすね。ラップは中身の野菜はほうれん草とか玉ねぎとかその辺っぽいです。次オムレツいただきます。オムレツ普通にうまそう。いただきます。玉ねぎだけ入ってますね。味付けはゼロです。
卓上の塩とかでいいです。ごちそうさまです。会計 8.5 ディルハムでした。いや、安いね。はい。ではですね、宿に戻ってパッキングして、いよいよドバイに向かいます。はい。ホテル戻ってきました。アルアイン全体の感想なんですけど、私は結構好きですね。ドバイ、アブダビと比べて高い建物がなくて、その分観光客も少ないんですけど、でも落ち着いてて結構好きなんですよね。なんか説明が難しいんですけど、結構好きです。で、観光地は、昨日いくつか行きましたけど、正直、ここのためにアルアインまで来なきゃな、行かなきゃなっていうほどの観光地はないんですよね。なのでここはもう皆さんにもうアルアイン来た方がいいよとお勧めするほどのところでは正直ないです。ただ個人的には好きって感じですね。まったり過ごすのにいいと思います。はい。ということで、この後ちょっとまだ朝シャワー浴びてなかったんで、朝シャワー浴びてパッキングしてチェックアウトしようと思います。今ちょうど10時です。宿チェックアウトしました。バスターミナルに向かいます。10時40分発のドバイ行きのバスに乗りたいと思ってるんで、チケットまだあればいいと思うんですけど、とりあえずバスターミナル行きます。暑い。ちなみに今は33度なんですけど、今日最高気温40度だって4月3日でやば。アルアインのバスターミナル着きました。 Google マップだと18分って出てたけど、私の足で12分で歩いてこれちゃいましたね。でドバイ行きのチケット買うんですけど、建物の中は撮影禁止なんで、また後で。今チケット買いました。でチケット買ったというか、ドバイ行きのバスのカウンター行ったらなんか乗るカードを買うことになって、で乗るカードって何かっていうと、アブダビで私が買ったハフィラットカード、日本でいうスイカみたいなチャージ式のカードで公共交通機関乗るものなんですけど、乗るカードってドバイだけだと思ったんですけど、アルアインからドバイ行きのバスもなんかそれで払うみたいなんですよね。カード自体が6ディルハムで、チャージ自体は29ディルハムして35ディルハム、使った感じになりました。でこの乗るカードでバス乗れるっていうことでしたね。次のバス10時40分なんですけど、さっき言ったようになんかチケットとかじゃないので、いっぱいになったら乗れなくなりそうですね。なので早めにバスに乗ろうと思います。ということで、アルアイン編は以上となります。面白かった、役に立ったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録、高評価お願いします。あとコメントもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ではドバイ編でお会いしましょう。